皆様こんにちは、セリナです。今回は2月21日発売、シャネルブライトニング2025コレクションカメリアフトゥーラよりデキャトロームルの限定色387ユートピア限定チークカメリアフトゥーラを購入しましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではシャネルの限定コレクションをレビューしていきますので、このコスメはどのパーソナルカラータイプにおすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように解説していきますので、少しでもコスメ選びの役に立ったら嬉しいです。他にも各ブランドの新作コスメのパーソナルカラーレビューや下地、ファンデーション、ベースパウダーなどのベースアイテムの比較も行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネルブライトニング2025コレクションカメリアフトゥーラ。マドマーゼルから愛した花からインスピレーションを得た魅惑的な色彩の旅。ご紹介するのはデキャトロームルの限定色387ユートピア。意外性のある解釈でカメリアを表現。シャネルを象徴するこの花がメタリックなアクセントを宿し、夢のような未来へ。サテンの質感の青みピンク、ブルーパールのデュオクローム、ピンクがきらめくホワイトのハイライター、そしてサテンの質感のトープが揃います。パウダーの表面にはマドマーゼルのクチュールへの情熱にオマージュを捧げ、カメリアがかたどられています。続いても数量限定のカメリアフトゥーラ。ソフトピンク、コーラルピンク、アプリコットの3色のマットシェードが並ぶチークカラー。血色感や頬の立体感を演出し、顔の高いエリアに明るさを与えます。ガブリエル・シャネルの愛した花で、彼女のクチュールへの情熱を象徴するカメリアからインスパイアされたカメリアフトゥーラ。まずは限定チーク、カメリアフトゥーラからご紹介していきます。パーソナルカラーにおけると、イエベ春におすすめ。上のソフトピンクはかなり肌なじみのいい明るく淡いピンク。中央のコーラルピンクは黄身を感じる華やかなピンク。下のアプリコットは黄身の強いコーラルオレンジで、3色を混ぜると黄身があり明るく鮮やかな色が得意な方に使いやすいカラーに。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリング、ビビットスプリング、ウォームスプリングにおすすめです。では肌の上にのせてみて実際の質感やカラーをご紹介していきます。3色がセットになっているチークなので、まずは1色ずつ単色塗りしてみたいと思います。1色目は一番上のソフトピンクです。こちらは手元で見た時もかなり肌なじみがいいピンクカラーでしたが、肌の上にのせてもこんな感じでかなり発色が淡いので、柔らかいニュアンスのチークがお好きな方や目元やリップとのバランスを取りたい時に使いやすそうです。上のソフトピンクは単色塗りするとこんな感じです。かなり肌なじみのいい明るく淡いピンクカラーだなと思いましたが、ブラシを使って何度かしっかり塗り重ねると淡いながらも意外とカラーが肌に乗ってくれました。近くで見るとこんな感じです。こちらもほんのり黄身を感じるピンクに発色しますね。パールやラメは入っていないソフトマットなこんな質ですが、磨くようにのせるとパウダーの自然なツヤが乗ってくれて立体的に仕上がります。柔らかいイメージに仕上げたいときはこのカラー単色塗りでもすごく可愛いなと思います。続いては中央のコーラルピンクは単色塗りしていきます。コ
コーラルピンクはこの3色の中で一番鮮やかなカラーです。一塗りでもこんな感じでしっかりカラーが楽しめます。中央のコーラルピンクは単色塗りだとこんな感じです。一塗りでもしっかりカラーが楽しめる高発色タイプです。チークを主役にしたいときはこのカラー単色塗りやこのカラーを多めに混ぜて使うと可愛らしさと血色感を演出してくれると思います。近くで見るとこんな感じです。発色はしっかりしていますが軽くてしっとりしている粉質なので肌なじみがいいのと、こちらにもパールやラメではないパウダーを磨いたようなツヤが乗ってくれるので、血色は出しつつも肌から浮かない感じがさすがシャネルの粉質です。このカラーを塗るだけで一気に春らしい顔に仕上げてくれます。続いて下のアプリコットカラーです。アプリコットは見た目だと結構ブラウン系のチークに見えますが、肌の上にのせるとこんな感じで肌なじみ抜群の落ち着いたコーラル系でとても大人っぽいです。はい、アプリコットは単色塗りだとこんな感じです。こちらも先ほどご紹介した中央のコーラルピンクと同様、黄身を感じるピンク系ですが、かなり落ち着いていて肌なじみがいいので、大人っぽく洗練された印象にまとめたい時や、ヌーディーなイメージに仕上げたい時に活躍してくれそうです。近くで見るとこんな感じです。暗く沈まない程度のヌーディーカラーなので、いろいろなシーンに使いやすいと思います。それでは最後、3色を混ぜて塗っていきたいと思います。3色を組み合わせるとこんな感じで、中央の鮮やかなコーラルピンクが上下の2色で中和されて、しっかり発色は楽しめながらも大人っぽく肌なじみのいい立体チークに仕上がります。はい、全色を混ぜて塗るとこんな感じです。明るさや鮮やかさはそのままに、ふんわり感と柔らかさ、そして大人っぽさを同時に演出してくれます。3つとも質感は同じなので、組み合わせても程よいツヤを感じる立体的な仕上がりです。組み合わせて使うのはもちろん、単色塗りだといろいろな表情の春メイクが楽しめそうなチークだなと思いました。続いて、デキャトロンブルの限定色、387のユートピアをご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏におすすめ。青みを感じる明るいピンクのベースに、パープル、ブルーのパールと微細なラメが輝くツヤカラー。青みがあり、明るいカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトサマー、ブライトサマーに特におすすめ。右上はブルベ夏、ブルベ冬、イエベ春におすすめ。クリアなベースにシルバーのラメと角度によってピンクとゴールドのラメが輝く変更カラー。青みカラーがベースですが、角度によってはゴールドがしっかり光るので、黄身、青み、どちらの要素も持ち合わせています。イエローベース、ブルーベース問わず、明るく華やかな色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、クリアウィンター、ブライトスプリングにおすすめ。左下はイエベ春、ブルベ冬におすすめ。明るいオレンジベージュのベースにブルーの大粒ラメが輝きます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、明るく華やかな色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリング、クリアウィンターにおすすめ。右下はブルベ夏におすすめ。寒色系の淡いブラウンに微細なラメが輝きます。青みが得意な方、柔らかいコントラストのメイクが得意な方の締め色ブラウンとして使いやすいです。では、1色ずつまぶたの上に単色塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。こちらはしっとりしていて軽い粉質のタイプです。カラーのニュアンスが淡いのと発色の調整もしやすいので、アイシャドウを塗るのが苦手という方にも使いやすいと思います。1色目、単色塗りだとこんな感じです。パレット見たままのような明るく淡い青みピンクがそのまままぶたに乗ってくれます。ベースの粉質はかなり軽いので、指で何度かしっかり重ねてもこのくらい柔らかい発色になります。
微細なラメが光をキャッチして艶やかな目元に仕上がっていてとても可愛いです。続いて右上のカラー。こちらはこんな感じで贅沢な微細ラメがまぶた全体に乗ってくれます。偏光カラーですがかなり上品ですね。2色目、単色塗りだとこんな感じです。ベースのカラーはクリアでほぼ発色しないので、その上に微細なラメがたっぷり輝いていて、華やかですが派手すぎない上品さがシャネルらしいラメカラーだなと思います。まぶたの上にのせるとゴールドのラメはかなり馴染むので、ピンクのラメの印象がより強く出るかなと思います。1色目と2色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて左下のカラー。こちらはこの艶やかなカラーで揃っている今回のパレットの中でも特に大粒のラメをたっぷり楽しめて、メタリックのような輝きがとても綺麗なカラーですね。ブルーのラメがまぶた全体にぎっしり乗って可愛いです。3色目は単色塗りだとこんな感じです。ベースのオレンジベージュはかなり肌なじみがいいので、まぶたの上にのせるとそこまでカラーの主張は感じにくくて、その上にブルーの大粒ラメがぎっしり輝く感じが透明感抜群でとても綺麗です。大粒のラメがたっぷり入っているカラーですが、ラメのザラつきを全く感じなくて、とても滑らかな塗り心地なところもさすがシャネルだなと思います。今っぽいカラーですがすごく上品で綺麗ですよね。最後、右下のカラーです。こちらはこのパレットの中で一番発色がしっかりしていて深みのある締め色ですが、それでもこんな感じで指でもふんわり馴染んでくれる粉質なので、コントラストが強いメイクが苦手という方にも使いやすい締め色だと思います。4色目、単色塗りだとこんな感じです。かなり寒色のニュアンスがしっかり効いているブラウンカラーです。ふんわりしていて肌なじみ抜群の柔らかい粉質なので、自然に目元に陰影はつけてくれますが、暗く沈みすぎないところが使いやすいポイントだなと思います。このパレットの柔らかさや透明感をそのまま活かしながら引き締めてくれそうです。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。それでは387のユートピア全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。今回のコレクションは明るく淡いカラーと艶やかな質感が特徴的だったので、まずはベースに艶やかなピンクを仕込んで春らしい目元を作っていきます。ベースの仕込みカラーとしても使いやすい色と質感です。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の外側から目尻に向かって締め色としてのせていきます。淡いブラウンなのでピンクで作った柔らかさを壊さずにしっかり引き締めてくれます。続いて右上のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。下まぶたにもラメカラーを使ってしっかり艶やかな目元を作っていきます。チップで塗ると中に入っているピンクのラメの色が分かりやすくてとても可愛いです。最後、左下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。贅沢な青ラメをしっかりのせて透明感をアップさせていきます。はい、387のユートピア全色を使ったメイクが完成しました。今回メインには青みを感じる明るいピンクをしっかり塗って、目尻側は締め色でしっかり陰影を作った後、ブルーの大粒ラメをたっぷりかけて透明感あふれる艶やかな目元に仕上げてみました。全色を使っても淡く柔らかいニュアンスにまとまりますが、しっかり立体感が出ているところがとても綺麗です。大粒ラメもとても華やかですが、繊細なので洗練された雰囲気に見せてくれるところもすごく素敵だなと思いました。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで2月21日発売
シャネルの限定コレクションをご紹介していきました。今回はカメリアがモチーフになっているデザインの可愛さで話題になっているコレクションですが、全体的に明るくて可愛らしい春らしさ満載のカラーをシャネルらしい上品さと掛け合わせて楽しめるところがものすごく素敵だなと思いました。今回ご紹介したアイテムは全て数量限定となっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。